こんにちは。5月28日はアイドリッシュセブンの大坂壮吾くんのお誕生日です。今回はそうちゃん生誕に向けて5日間かけてお菓子作りをした様子をお届けします。今回作る予定のお菓子はこちらです。理想通りに作れるか、ぜひ最後まで見守っていてください。今回スポンジたくさん使うかなと思って4つ焼いたんですけど、実際は3つで十分足りました。なので1つは冷凍保存しといて私のおやつになりました。このココアスポンジはメインのケーキの土台にしていく予定です。紫色のスポンジはコットンの体になる予定です。結構理想の色に近づいたかなと思います。スポンジの準備が終わったので、ここからそうちゃん生誕に向けた5日間スタートです。まず最初にコットンが乗った可愛い焼きドーナツを作っていきます。ドーナツの部分にお掃除大作戦みたいなイメージでインクを垂らしたようなデコレーションができるかがポイントです。実はこの撮影中にスマホを新しくしたのでカメラが変わってところどころ映像の雰囲気が変わっちゃってるんですけど、今後のためにも早く使いこなせるように頑張りたいと思います。ちなみに iPhone 17 Pro にしたんですけど、やっぱり i7 好きとしてはいつか17が出たら絶対買いたいって思ってたし、ビッグ推しでもあるので今回決断して買いました。そうちゃん生誕にも間に合ってよかったです。土台になる焼きドーナツが美味しそうに焼けたので、ここからはコーティングのチョコレートに色付けをしていきます。それでは重要なドーナツのデコレーションに入っていきます。今回チョコの温度がなかなか上がらなくて、表面が少しガタついてしまったのが反省点です。途中でまた温め直したりもしたんですけど、なかなか綺麗にいかなくて、ごまかしながらひとまず完成させました。インクが垂れてるイメージには近づけたかなとは思います。毎年思うんですけど、お誕生日なのにそうちゃんが苦手な甘いものを作ってて、少しだけ勝手に申し訳なくなってるんですけど、でも気合を入れてお祝いしたいくらい応援してる人もいるよってことが伝わってくれたら嬉しいかなって思います。ここからは上に乗せるコットンを作っていくんですけど、体の土台はケーキポップで作っていきます。コットンのふわふわの体は紫色のスポンジをほぐして表現していきます。スポンジと牛乳を合わせて丸めたら、チョコレートをコーティングして紫色のクラムをつけてコットンにしていきます。実際にやってみて、このケーキポップは凍らせておいた方が作りやすかったかなって後々思いました。柔らかすぎるとこんな感じに崩れちゃったりしちゃうので、また次回に活かそうと思います。体が完成したのでアイシングで作ったパーツをつけていってコットンにしていきます。それではドーナツの上にコットンを乗せて盛り付けしていきます。結構個体差があるんですけど、それもまた愛着が湧いてきてめちゃくちゃ可愛いです。
続いてはマフィンにドーム型のチーズケーキを乗せたお菓子を作ります。上の部分はレアチーズケーキになっていて、もんちゃんとソゴジョがマフィンの中から顔を出してるようなイメージで作れたらいいなと思います。土台のマフィンは個人的に大好きなアールグレイ味にしてみました。あとなんとなくそうちゃんって紅茶が似合うイメージがあるんですけど、やっぱり上品な雰囲気があるからなのかな。めちゃくちゃ綺麗に焼けました。それではもんちゃんとソゴジョが落ちないように平らに切っていきます。ここからはドーム型のレアチーズケーキを作ります。断面はこんな感じになるといいなっていうイメージで作っていきます。チーズケーキの中に入れる紅茶ガナッシュを作ってるんですけど、普段作り慣れてるのにこういう時に限って分離しちゃうんですよね。こんな感じで勢いよく混ぜてるんですけど、なんとかギリつながったかなって感じになったので、このまま使っていきます。この時ちょうど右腕にあざが見えるんですけど、静脈麻酔をした時の注射のあざが結構濃く残っちゃってて、今回の動画にチラチラ映っちゃうんじゃないかなと思うので、もし気になる方はごめんなさい。次にチーズケーキの本体を作っていきます。個人的にこのお菓子はすっごい挑戦になるんですけど、レアチーズケーキも初めてだし、グラサージュをする予定なんですけど、それもあんまり作ったことないんですよ。なのですっごい緊張しながら作ってます。でも実際このレアチーズケーキがすごい美味しくできて、味がとても大成功でした。これパッと見ライチにしか見えないんですけど、凍らせた紅茶ガナッシュをレアチーズケーキの中に入れていきます。土台のマフィンがべちゃっとしないように溶かしたチョコでスポンジをくっつけていきます。それではホワイトチョコグラサージュを作っていきます。ようやく仕上げの工程に入っていきます。ソゴジョともんちゃんのカラーに着色をしていくんですけど、ここがめちゃくちゃ苦戦しました。今緊急で動画回してるんですけど、これが限界でした。この2つで作ったんですよ。もう手ピンクだけど、したらもう全然青の色がつかなくて、こう2色に分けて使いたかったんですけど、もう薄めのもんちゃんでいきたいと思います。もうちょっと攪拌してかけていきます。こうやって見ると少し紫がかってるようには見えるかな。グラサージュ自体はすごい綺麗にかかってます。それではチョコで作ったパーツをつけて、ソゴジョともんちゃんに仕上げていきます。また一大事があって、これ見えますか？角が折れちゃったんですけど、念のためワンセット予備を作っておいたので、それを活用しました。ただこっちのもんちゃんはどっちの角
もかけちゃって、左側はもう予備がないので角かけもんちゃんでいきます。結構補強してたつもりだったんですけど、ほんとチョコの扱い難しいです。で、今度は私の画力の問題なんですけど、本当に私絵を描くのが苦手で、これ誰ってなっちゃって。もんちゃんの顔は事前に作ってあるので大成功です。もう角が描けてても全然可愛いですね。色の薄さもあんまり気にならなくなってきました。祖母女の方も口を描くのをやめたら可愛くなりました。似てるかは別として。ホイップクリームで手をつけて前掛けをつけたら完成です。もんちゃんも手をつけたら完成です。ここからは少しインパクトの強いお菓子を作ります。そうちゃんの大好きな唐辛子をモチーフにしたクッキーとケーキ餅を作っていきます。まずは唐辛子クッキーから作ります。とは言っても味は辛くない普通の甘いクッキーです。ここでまた着色問題なんですけど、赤色を作るのが本当に難しくて、急遽ココアクッキーに変えて色に深みを出そうとしたんですよ。そしたら今度深みが出すぎたので、次に余ったノーマル生地を足しました。それでも変わらなそうだったので、ノーマルな割合を多くしたり、いろいろ試行錯誤して、なんとか犬丸とまくんの色合いくらいにはなりました。似たように緑色のクッキーも作っていきます。そうちゃん推しの方はどこの段階で推しになったのかがすごい気になるんですけど、私は最初見た時一番ビジュアルがかっこいいなとは思ったんですけど、まだ推しまでにはならなくて、きっかけは包丁を持って玉木くんにじゃがいもの皮むきを指示し始めた瞬間に、なんか様子がおかしいなと思って気になって、そこからそうちゃんのギャップとか魅力にはまっていきました。一応いろんなサイズの唐辛子を作ってみました。これ一生懸命型抜きしてるんですけど、ラップしたままだったんですよ。ぴったりでめっちゃ綺麗すぎて全然気づかなかった。唐辛子のヘタはデイジーのお花の型をメインに使っていきます。どっちかっていうとイチゴのヘタっぽくなっちゃったんですけど、これで唐辛子を作っていきます。唐辛子のヘタの感じが難しくて、ナスみたいになっちゃったり、カツラをかぶった唐辛子みたいになっちゃったんですけど、なんとか唐辛子っぽくなったかなと思います。なんか米びつに入れる唐辛子の虫除けに似てますよね。焼き加減も良さそうなので、早速この唐辛子たちを盛り付けしていきます。今回収穫してきた感じにしたいので、カゴの中に盛り付けしていきます。
して唐辛子型のお餅ケーキを作ります。最近よく見るケーキをミルク餅で包むお菓子なんですけど、ずっと作ってみたかったので今回唐辛子型で挑戦してみます。唐辛子っぽい形になるようにスポンジをナッペして大小2種類のケーキを作っていきます。この状態だとバナナケーキに見えますね。次にミルク餅を作っていきます。唐辛子とヘタの2種類の色のお餅を作ります。初めてなのでどこまで温めていいのかがすごい難しくて、なかなかベタつきが消えなかったので、最後もダメ元で大幅に温めたらようやくお餅になりました。多分加熱不足だったのかなと思います。色も落ち着いていい感じの赤になったので、ここからはミルク餅を伸ばして包んでいく作業に入ります。今回作ったお菓子の中でこのミルク餅が一番美味しかったです。お餅なのでどうしても2日目以降は硬くなっちゃうんですけど、それでも美味しく食べれたし、ミルク餅自体が甘くて美味しかったです。普通にホイップクリームを入れてクリーム大福にするのも美味しそうだなと思いました。ミルク餅のヘタをつけてコーンスターチを溶かしてツヤを出したら完成です。最後はマカロンタワーケーキを作っていきます。今回作るのはメッツォのアルバムのインテルメッツォのジャケット写真に書かれているマカロンケーキを参考に作りたいと思います。まずはメッツォカラーのマカロンを作っていきます。マカロンは去年のそうちゃん生誕でベビスタのお菓子を再現した時に習得したんですけど、それでもまだまだマカロン初心者なので、個人的にマカロナージュは最初のうちはあともう1回くらいかなってところで止めると結構成功する気がします。でも一番は何回か失敗して原因を突き止めていくことが成功への近道な気がします。ちなみに私は丸1日マカロンに向き合って5回目でやっと形になりました。その時失敗した爆発マカロンがこちらです。扇風機で30分弱乾燥させて比較的綺麗に焼けました。焼けたんですけど、色が納得いかなくて、やっぱもうちょっと薄くて赤紫っぽい方がそうちゃんっぽいかなと思うので、ちょっと
と後でもう一回挑戦できたらやりたいと思います。ということで、もう朝日が出てきちゃってるんですけど、追加でまた2種類作って紫が焼き上がったところです。今度は焼き色がついちゃってくすんじゃったんですけど、1回目よりはいいかなって感じなので、こっちを使っていきたいと思います。タワーの真ん中に乗せるマカロンをデコレーションします。それではマカロンタワーの土台を作っていきます。今まで4年間くらいかな、できるだけ綺麗に成功シーンを選んで載せてたんですけど、実は私あんまり手際が良くないんですよね。こんな感じで、しかもちょこちょこ失敗したり、なんとかごまかしながらやってます。なので今年からはイメチェンって感じでナレーションを入れるようにしたんですけど、生誕動画などはしばらくこのスタイルでやっていくと思うので、引き続き見に来ていただけたら嬉しいです。ということで、ホイップが硬すぎてひび割れしちゃったので、2回目のナッペをしてマカロンをつけていきます。表はバランスよく綺麗に見せたかったので、裏は若干スカスカなんですけど可愛く仕上がりました。続いては土台のホールケーキのナッペをしていきます。せっかくのそうちゃん生誕なので、動画を見てくれてる皆さんと話したいことがあって、ムビナナとかグッドフォーユーとか、ここ数年で CG ライブが主流になってきたと思うんですけど、ぜひ推しの好きなシーンとか好きな振り付けの瞬間とかを教えてほしいんです。2歳からダンスをやっていて、お仕事でもしているので職業病みたいな感じで、それぞれの踊り方の癖とか、一列に並んだ時にデコボコになってる位置でその時の各メンバーの気持ちを想像したりとか、あと立ち位置を見るのが大好きなフォーメーションオタクなんですけど、何回もアイナナのライブ映像を見てるんですけど、どうしても推しばっかり見ちゃって、まだ発見できてない素敵なシーンがあると思うんですよね。なので推しのおすすめシーンとかを教えていただけると嬉しいです。ちなみにムビナナでの個人的なそうちゃんのおすすめシーンは、ナイトフォールの2番終わりの C メロかなに入る前に、各メンバー好きなポーズを2カウントする振りがあるんですけど、そこでそうちゃんはめちゃくちゃ控えめに頭をポンポンってやってるシーンがあるので、すごくそこが好きです。全体的にそうちゃんってすごく控えめな踊り方をしてると思うんですけど、首の動かし方がすごく個性的で可愛くて、動きは控えめなのに首のアクセントが多かったり、よく動いてるなって思うことが多いので、ぜひそうちゃんの首の動きに注目して見てみたら、もしかしたらまだ知らないそうちゃんを発見できるかもしれないのでおすすめです。ということで仕上げのナッペに入ってるんですけど、マカロンタワーを乗せてようやく最終のデコレーションに入ります。実は撮影が終わった後に気づいたことがあって、マカロンタワーの隙間に大きいアラザンをつけたくて用意してたんですけど、普段アラザンあんまり使わないので完全に忘れてて、絶対つけたらもっと可愛くなったのになって結構悔しかったです。
ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。いろいろ失敗はあったんですが、全部無事可愛く完成できてよかったです。そうちゃんには玉木くんとアイドリッシュセブンとたくさんのマネージャーさんという強い味方がいるので、これからも大好きなものを追求していって幸せに過ごせることを願ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。